皆さんこんにちは、わたたびです。今回はノスタルジーを感じたくてひなびた温泉地に宿泊します。観光客が少なくて静かな時間を過ごせる穴場の温泉地です。場所は静岡県伊豆半島南部に位置する河津町。伊豆の踊り子の舞台となった湯賀野温泉で物語の面影を感じながらゆったりと過ごします。周辺の観光地を巡りながら向かいます。あともうちょっとで到着します。あと10分ですね。道なりに進めば、駐車場があります。はい、到着しました。ちょっとね、朝はこのゲートが開いてないんで、こっからはね歩いて向かいます。結構歩いたらね距離はあるんですけど仕方ないですね。もうだいぶ日が昇ってます。特にね見どころもなく10分ぐらい歩いてきました。で、こちらがね、通常なら止めれた駐車場になります。駐車場の前にあるこちらのオーシャンパークの横を通ってね、見に行きます。で、こちらはですね伊豆半島最南端の岬になります。こちらがね伊郎神社の鳥居です。海がね近くなってきました。目の前には灯台があります。灯台も見どころの一つではあるんですけど、9時からしか開放してません。で、今回の目的はこちらじゃないんで、この先を進みます。おー、すごく綺麗です。うわー、綺麗。だいぶ日昇ってますね。で、こちらにね神社があります。断崖絶壁の神社です。こちらはですね石廊崎というね伊豆半島最南端にある岬です。太平洋と駿河湾がぶつかる場所で、ちょっと今何とも言えないんですけど、波が強くて迫力のある風景を見ることができます。で、こちらがですねその見どころの一つの断崖に建てられている石廊神社です。海の安全を守る神様が祀られています。ここもね本来なら空いていてお守りとか売ってるはずなんですけど、この時間は空いてません。今回の目的はですねこちらの石廊神社ではなくてですね、数年前に話題になったんですけど、こんな断崖絶壁にですねトイレがあるということで、一度はね来てみたいと思ってたんで、来てみました。
ここが本当のね最南端になります。特に何もないんですけど、よいしょ、縁結びの神。ちなみにさっきの神社はあんな感じで本当にね断崖絶壁に立っています。はい、目の前はですねもう水平線ですね。こんな感じの景色です。すごく綺麗なんですけど逆光でちょっと見にくいです。ロックエリアです。すごい釣りしてる人います。今回の目的のトイレはですねこちらになります。行けなくなってますね。あら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 。残念ながらね通れなくなってます。いつから通れなくなったんでしょうか。このためだけに来たんですけど、そんなことありますか。岩場からね見えそうなんで撮ってみます。こちらがトイレです。昭和天皇が石廊崎へ行幸された際にトイレがないのは失礼になるとの考えから設置されたようです。公式に発表しているわけではなくてネットの情報なんで本当かどうかは分かりません。はい、残念ながらね現在はトイレに行くことはできませんけども、断崖絶壁の神社とかすごい綺麗な景色があるんで、皆さんもよかったらぜひね訪れてみてください。というかね人気の観光スポットです。もう帰りはねずっと上りなんで20分以上かかるんでしょうね、歩いたら。はい、じゃあ頑張ってね戻ります。トイレを見るためだけにここに来たとかやばいやつやなって思うかもしれませんけど、いやそもそもあそこにトイレを作った人の方がぶっ飛んでると思います。ここでは食事もいただけるんですね。はい、それではね次の目的地に向かいます。次の目的地はねここから1時間ぐらいかかるんで、ゆっくり向かいます。朝早いですけど日曜日なんで車通りが多いです。この先にはですね河津七樽っていうね有名な滝があるんで車通りが多いのかなと思います。で後でねそちらの方にも行きたいんですけど10時からしかね空いてないんで10時までに他のスポットを見に行きたいと思います。河津七樽オートキャンプ場、この辺りにね分岐点があると思うんですけど、はい、こちらですね、こちらを右なんですけど、こっちかな、工事中に直行、月直行、一応通れるみたいですね。
とりあえずね行けるとこまで、向かいます。よいしょ。ここからはね林道のような道を進みます。もうそろそろゲートが出てくるはずなんですけど、出てこないですね。これは道を間違えた可能性が高いですね。ありましたありました。ここです。はい、ここですね。この先にですね滝があります。一般車両は通行止めになっています。この先はですね徒歩で行くことはできるんですけども自己責任になります。でこちら熊注意の看板があるんですけど、一応ね伊豆半島では熊が絶滅したと聞いてます。2023年にですね一回迷い熊が出没してるんで、一応ね熊スプレーを持って入っていきたいと思います。でこの先はですねレビュー2件しかない変態スポットとなります。写真で見る限りねすごく、綺麗な滝だったんで来てみました。はい、それではね、向かいたいと思います。自分も初めて訪れる場所なんですけど、一応林道なので、観光地化されてません。なので今日は日曜日なんですけど、もちろん、お客さんもいてません。で周りは、こんな感じで手つかずの自然がね広がっています。すごいですね。岩からこの巨大な木がね生えてます。滝を今回見に行くんで、もちろんこの左側には、川が流れてます。調べたところ滝までは今の、林道のゲートから、徒歩15分ぐらいでね、見ることができるそうです。熊はいないんですけど、イノシシがね掘り返したような跡があるんで注意しないといけません。水がめちゃくちゃ綺麗。すごいな。うわー綺麗。すごい透き通ってる。わさびが栽培されてます。いやーめちゃくちゃ綺麗です。地図を見てみるとどうやら通り過ぎたような感じもするんですけど、滝は見当たらなかったんですけどね。一応ねこっちにも滝があるみたいなんで、そちらも見てみたいと思います。人工物があります。滝はこっちなんですかね。いやなかなかこの先を進むのは難しそうです。あの先に見えてるんですけど、全然落差がないんで本命の滝をね探しに行きたいと思います。来た道を一応戻るんですけど、本当に滝はあるんでしょうか。ここですかね。道のようになってますけど、いやすごくいいお天気です。ただ今日の夜はね雨予報みたいなんで、この天気が持ってくれればいいんですけど、違いますね。この先に橋がねかかってるんですけど、わさび農園で行けないようにね柵がされています。もしかしたら川のね分岐があるのかもしれません。ありましたね。このわさびを栽培している横に小さなね小川がありました。おそらくこっちなんだと思うんですけど、とりあえずね行ってみたいと思います。これを渡らないといけません。長靴履いてきてたんで良かったです。この道が合ってるのかどうかわかんないですけど、とりあえずねそっちの川の方に向かってみたいと思います。おおすごい。ちょっと怖い。よいしょ。はい、
こっちですかね。他にルートはあると思うんですけど、ちょっとねそのルートを探すのめんどくさいんで、川沿いを強行突破したいと思います。ちょっと道っぽく感じるのは気のせいでしょうか。おお、綺麗です。もうすぐそこはねわさび農園なんで、なんか不安とかそういうのはないですね。ありました。うわすごい、目の前もわさび農園です。これか。あと水量とかね、あと規模は全然大したことはないんですけど、周りの景色がねすごく神秘的ですね。うわすごい。滝はねこちらです。落差も水量もないんですけど、この周りが苔むしてて、岩の壁がですね柱状節理のようになっています。この周辺はですね柱状節理がよく見られる場所だそうです。さっきの河津七樽の方もですね、おそらくこういう柱状節理を見ることができると思います。知名度の全くない滝なんで、この静かな場所をね独り占めすることができます。滝の裏側も行けますね。すごい。この断崖絶壁からですね大きな木が生えてます。うわ滝の裏側まで行けるんですけど、濡れてるし、あと苔むしてるんで、もし来られる方はね自己責任で来てください。なかなか難しいですね、こっちに行くのが。よいしょ。来ました。こちらがね滝の裏側です。滝の裏側には行けるんですけど、かなり滑るんであまりおすすめしません。この滝の形がですね個人的にはすごく好みです。滝それぞれ本当に違った特徴がありますね。歴史の重みを感じます。で滝の裏側はですねすぐわさび園になっているんで雰囲気には欠けますけども、こんなところにこんなすごい滝があるとは思わないですよね。ゲートからは本当にすぐ来れる場所なんで、行ってみたい方はねぜひ訪れてみてください。いろいろ迷いながら来たんで、帰りどれぐらいの時間かかるか測ってみます。わさび園から本当にすぐなんで道に迷うことはないと思います。林道に戻ってきました。さっきの滝からねこの林道までは4分で戻ってきました。林道のゲートはですねすぐそこなんで全然15分もかからないですね。はい、ゲートの方に戻ってきました。さっきの滝からこのゲートまで7分で帰ってくることができました。なので、向こうの滝はね、10分あれば、絶対にたどり着くと思います。ここから歩いてすぐにですねあんな滝があるとは思いませんよね。徒歩で行く場合は自己責任になります。あと可能性はもうほとんど低いとは思いますけど、熊の出没があります。そして電波は入らない場所にあるんで、もし行ってみたいという方はですね自己責任で訪れてみてください。それではね河津七樽の方に向かいます。
落石とかあって、あと対向も難しい場所ではあるんですけど、車は来ることはないと思います。ここですかね。はい、到着です。はい、到着しました。こちらはね、無料の駐車場になります。で、この辺りはですね、こういうお店がね、たくさんあります。わ、すごく大きなみかんが1袋300円で売ってます。伊豆なんでね、こういうわさびとろろそばっていうのがねあります。で、ここからね歩いて向かうんですけど、もうね観光バスがたくさん来てます。かなり人気のスポットです。河津七樽はですね、7つある滝のね総称になるんですけど、その中でもね一番落差のある滝がですね、こちらにある大樽っていう滝になります。ここがね一番人気のお店みたいなんですけど、今はね臨時休業のようです。こちらね灘樽茶屋の前にですね滝の入り口があります。ここがね滝の入り口で無料でね見ることができます。ただ夕方4時には閉まっちゃいます。でなんとねこちらにはね温泉があって、自分はねこの温泉に入りに来ました。とりあえずねまず滝を見に行きたいと思います。はい、この先にね日帰り入浴の受付があります。でこちらの温泉は水着着用必須で、水着のねレンタルもやってます。で入浴料金は1000円です。ここはね天城荘が経営してるんですけど、今天城荘では宿泊することができません。日帰り入浴はこちらの温泉のみとなります。で滝まではですねこういう階段を降りていくんで、足腰が悪い方にはねちょっと大変かもしれません。かなりね下の方まで降りていきます。朝からねすごくお客さん多いです。何人もすれ違いました。今さっきねオープンしたとこなんですけどね、すごいな。やっぱりこの河津七樽の中でも一番ね落差のある滝で、落差は30メートルになります。このね滝の目の前で露天風呂が入れるみたいです。いや、めちゃくちゃ立派な滝です。はい、滝の前にですねこちら受付がありますので支払ってきます。貸し切りの洞窟風呂もあるそうで、今ね滝の前はお客さんがね入ってらっしゃるんで、先にねこのね洞窟風呂に入りたいと思います。はい、こちらですね、滝に行くまでの途中にね貸し切り風呂があります。でもう鍵もらったんでねささっと入ります。よいしょ。真っ暗、暗くて映りにくいんですけど、こちらでね着替えて、でこちらの洞窟風呂に行くみたいです。でこちらはですねこの洞窟風呂と別にですね滝の前の露天風呂、そしてですね25メートルの温泉プールがあるそうです。で全部込みで入浴料1000円なんでめちゃくちゃ安いです。ただそのプールの方はですね夏の期間しか利用できないんで注意が必要です。じゃあそれではね入りたいと思います。おお、すごい。もうここからですねお風呂になってます。ボコボコ湧いてますね。なんか雰囲気あります。ちょっとぬるめですね。ちょうどいいです。こんな感じの場所です。すごい。でこんな感じでですね、ボコ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 とねこう下から、源泉が湧いてます。ちなみにこちらはですね30分間貸し切りとなります。めちゃくちゃ気持ちいいです。
温度の方40度ぐらいですかね。はい。冬だったらちょっと肌寒いかもしれません。お湯の方はですね、無色透明ですね。ほのかに温泉のいい香りがします。この源泉が止まったり、また吹き出したりとしています。太陽が昇ったぐらいに来るとですね、ここから日が差してね、すごく綺麗だそうです。30分あればね、ゆっくり浸かれますね。下の露天風呂も、こちらの洞窟風呂もそうなんですけど、洗い場はありません。こうやって使ってるとね、だんだん体がね、ポカポカしてきました。それではね、露天風呂の方に行きます。今から向かう露天風呂は水着着用必須なんで、もうここで水着着ておきました。なのでこのズボンの下はね、もう水着です。まずね、鍵を返しに行って、そこから露天風呂入りに行きたいと思います。よいしょ。あれ、お客さんいないですね。さっきまでたくさんいたのに。結構体温まってますね。ちょっと暑いぐらいです。展望台の前はですね、観光客がたくさんいてるんで、水着とはいえちょっと入るの恥ずかしいです。すいません、ありがとうございました。はい、こっちも入っていいんですかね。はい、どうぞ。はい。はい、こちらが露天風呂で、すぐ目の前はですね、滝です。わ、水着のお姉ちゃんがいっぱいいます。ちょっとね、映らないようにしないとね。こちらがね、露天風呂なんですけど、この小屋がですね、脱衣所になります。こちらですね、こちらが滝です。で、こちらにもね、洞窟があります。お、すごい。早速入りたいと思います。ぬるいですけどちょうどいいです。いや、めちゃくちゃ最高です。ほんでこの滝のこの辺りもね、洞窟があります。うわー、すごい。でこの滝のこの辺りは柱状節理になってます。やっぱりこんだけ落差があると違いますね。さっきの、滝とはもう全く迫力が違います。水着の姉ちゃんがいっぱいいますけど、みんなね、海外の方ですね。日本人はね、いらっしゃらないですね。はい、こちらに入りたいと思います。滝のね、すぐ横に洞窟があります。温泉のいい匂いがしてます。こんな感じです。ちょっと濡れた水着が冷たいです。で、こっちが女湯で、こっちが男湯です。危ないです。もうちょっとでね、女湯に入りそうでした。うわー、すごい。すごい。ここで終わりですね。めちゃくちゃ深いです。しかもこっち女湯ですね。結局は男湯も女湯もつながってました。で、この深さはで腰のあたりまであります。で、この洞窟の温度はさっきの温泉よりも、ちょっと、厚めになりますね。ブクブク言ってるのは自分のおならじゃないです。この水着に入ってた空気がね、抜けた音です。温泉というよりもプールのような感覚ですね。よいしょ。よいしょ。こちらの温泉が
空いてたんで入ります。よいしょ。はい、こんな感じの温泉です。いや、めちゃくちゃ最高です。で、ここがね、一番暖かいですね、今のところ。42度ぐらいですね。はい。これ1000円は本当に安いと思います。で、こちらの温泉もですね、ちょっと厚めですね。すっごく気持ちいいです。本当に浴槽がたくさんあります。よいしょ。最高です。なので滝を撮りたいんですけど、水着美女がいっぱいいてるんでちょっと映すことができません。川の向こう側にですねプールがあるみたいなんですけど、今の季節はやってません。入ってきました。脱衣所はですね男女別で分かれてます。展望台にはたくさん人が来られるんですけど、水着で入るんでね気にはならないと思います。それよりもね、自分一人で来てるからなのかすごくね変な目で見られました。なんかもうすごいね、鬼の形相で海外の方に睨まれました。そういうねいやらしい気持ちは一つもないんですけど、でもね温泉はすごくね良かったです。ただ靴下一つなくしちゃったんで、帰って怒られないかそればっかり気にしてゆっくり帰れませんでした。それではね、駐車場の方に戻ります。食べ物屋さんがあったらそちらでね昼食も取りたいと思います。いや、靴下を探してるんですけど見当たりません。車を止めたすぐ目の前にですね、お店があるんでこちらでねご飯いただきたいと思います。だるま茶屋というお店でねお昼いただきます。メニューはこんな感じですね。ざるそばとかあとうどんですね。で、わさび丼のセットにしました。これをするんやね。いただきます。とろの下にめんつゆが、なんか麺も緑やね。わさびが練り込んであるんかな。あ、確かにこれわさびの香り楽しめるわ。すごい、美味しい。これね、わさび丼。なんかこういう煮物もついてます。直接かけるのこの醤油を、このご飯に、わさびにつけずご飯の周りにかける。いただきます。おかかやね、普通のなんか家でも作れそうな、美味しいけどわさびが手に入らないんでね、こう静岡とかに来ないと。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごくね美味しかったです。お店の方もねすごく親切で良かったです。今日泊まる温泉地の方はですね、ここから、車で、7分ですね。 3.7 キロ7分で到着します。いやー、めちゃくちゃお客さん多いですね。あと2分で到着します。これか。よいしょ、よいしょ。はい、到着です。はい、到着しました。こちらはですね湯ヶ野温泉です。この山と川に囲まれた静かな温泉地で、観光地というより落ち着いた昔ながらの雰囲気です。観光客も比較的少なくてゆったりできます。湯ヶ野温泉といえばね、
伊豆の踊り子ですよね。伊豆の踊り子は川端康成による作品で、旅の青年が伊豆で踊り子の少女と出会い、心を通わせる中で成長していく物語です。しっとり系の名作で余韻を楽しむタイプの面白さがあります。今はですね、旅館の数が減って静かな温泉地になってるんですけど、当時の雰囲気が今も残っている温泉地です。駐車場の入り口にはですね、踊り子の里、湯賀野温泉と書いてあります。じゃあね、小さな温泉地ではありますが、少し散策したいと思います。道路を挟んで、ここからね、温泉街となります。いや、本当にね、静かな温泉街です。観光客はいらっしゃらないって感じですね。こちらに行ってみましょう。いや、すごくね、のどかな場所です。伊豆の踊り子ハイキングコース、こちら左に5分歩くと終点ですね。 0.3 キロ300メートルですね。でこちら、右に、10.5 キロもあるそうです。天城峠ですね。こちら右に、10.5 キロ徒歩でね220分でこの天城越えできるみたいですね。ここから1分のところに、足湯もあるそうです。はい。街並みはこんな感じですね。いやー、めちゃくちゃのどかで、もう春ですね。ウグイスの鳴き声が聞こえてきます。で、こちら下に、これが足湯なんですかね。はい。こちらがですね、踊り子の足湯。水が溜まってないですね。こちらには水が溜まってるんですけど、入れる状況ではなさそうですね。どうなんでしょう。冷水ですね。はい。ここの足湯は、今は機能していないようです。座ってるだけでもね、すごく癒されます。なんかノートがありますね。こちらの足湯に入った方々の感想が記録されてるんですけど、残念ながらね、こちら、もう機能していないようです。でこちらのノートは、令和元年、ですね。令和元年から、時が止まっています。今ね、この橋の上をね、リスが走ってました。で、街並みの方は、こんな感じですね。いや、むちゃくちゃレトロです。タイムスリップしたような、街並みです。こちら足湯の前にはですね、橋があるんですけど、この橋の向こうに立っている建物がですね、今回泊まる温泉旅館です。でこちらはですね、福田屋というね温泉旅館で、踊り子の中で福田屋は主人公が旅の途中で泊まる宿として登場します。ここはね、結構大事な場面で踊り子たちとの距離が縮まる場所です。そして今回はね、この伊豆の踊り子に出てくる主人公が泊まった部屋に、宿泊します。で泊まった部屋はですね、この真正面に見えているこの2階のねお部屋が多分ねそうだと思うんですけども、もちろんねこの宿で一番人気の部屋で、この部屋はねすぐ埋まるんで、予定を合わせて予約取るのが大変でした。こちら創業はね明治12年で、そのままの形で残っているような感じがします。でお風呂とかもね147年間変わらないね、そのままの温泉が残っているそうです。いや、すごくね楽しみです。こちらはねまた後でチェックインした時にご紹介したいと思います。
いや、すごくレトロな旅館です。あ、リスがいます。で、この川沿いはですね、こんな感じで、遊歩道になってます。伊豆の踊り子、ノーベル文学賞を受賞された川端康成氏の代表作ですね。どこそこリスがいてます。いや、本当にね、のどかな場所です。こっちはね、何もなかったんで、またこっちの方散策したいと思います。で、こちらは共同浴場ですね。こんな感じで男湯と女湯とあります。残念ながらですね、こちらはね、湯ヶ野区民以外のね、利用はできないみたいです。はい。こんにちは。美味しそうなの食べてるね。よかったね。美味しそうなもうて。あ、こちらも、旅館ですね。いや、この路地裏の感じがね、なんだかワクワクします。こんな感じで細い路地裏がね、ずっと続いてます。こちら左に行くとさっきの大通りですね。この辺りの宿泊施設は2軒か3軒ぐらいしかないと思います。さっきの共同浴場もですね、ここに住んでられる方しか、入浴できないんで、本当にね、ゆっくり過ごすことができます。もう温泉街終わりですかね。こんな感じのですね、本当に、誰もいない、温泉地です。今日は日曜日でどこも観光客がいっぱいなんですけど、こんなとこでゆっくりのんびりできるのは最高ですね。ちょっとね、一旦大通りに出ます。本当に何にもないですね。あそこになんか美味しそうなお店があります。一番人気のふわふわクリームサンド。Google マップで調べてみたらめちゃくちゃ美味しいみたいなんで買いたいと思います。こちらですね。いろいろ買ってきました。さっきのクリームサンドだけでもね、結構ね、7種類8種類ぐらいありました。マドレーヌとかレモンケーキとかね、美味しそうなスイーツがね、たくさんありました。温泉街を見て回ったんですけど、本当にね、小さな温泉街で何もないといえば何もないんですけど、この素朴な感じがね、すごく好きです。はい、戻ってきました。とりあえずね、今買ったやつ食べたいと思います。さっきお店で買ってきたやつなんですけど、石屋っていうお店です。踊り子もなか。もう普通のもなかとは思うんですけどね。踊り子もなかと、こちら、バターどら焼きと、これがね、種類が多くて、とりあえずね、一番人気の、クリームサンドですね。と、キャラメルのクリームサンドがあったんで、買いました。で、こちらはね、要冷蔵で、3日持つそうです。こちらの名物のクリームサンド、冷えていて美味しそうです。すっごくね、ふわふわですね。うわ、うまっ。何これ。ふわふわパンケーキみたいな生地で、生クリームが来て、で、ほんのりカスタードが来て、で、最後にね、バターの風味がガツンときますね。いや、これ、めちゃくちゃおすすめです。ちなみにこのクリームサンドはね、200円、1つ200円でした。買った袋にね、賞味期限書いてくれてました。はい、それではね、福田屋の方に向かいたいと思います。はい、こちらですね。はい。はい、駐車場からはですね、少し歩きます。で、こちら目の前は学校ですね。はい、ちょっと曇ってきましたね。やっぱり天気予報通り今日の夜は雨だと思います。
いや、ワクワクします。はい、こちらがですね、人を守る会の会員宿福田屋です。玄関の前にはですね、伊豆の踊り子の像があります。で、こちらすごい、これ灰皿です。もう当時のままですね。これはいつの時代の灰皿なんでしょうか。こんな初めて見ました。それではね、チェックインしたいと思います。玄関入ってすぐ正面がですね、受付になります。それではね、少しだけ館内を散策したいと思います。こちらにはですね、伊豆の、踊り子の、撮影現場の写真ですね、こんな感じで展示されています。こちらは談話室ですね。こんな感じの談話室となってます。結構おしゃれですね。1階部分はですね、床とか、あとこの柱ですね。柱はね、補強してあるんですけど、2階部分は当時のままの状態で残っています。で、今回宿泊するのは2階になります。フロントからすぐこちらがですね、伊豆の踊り子の舞台になったかや風呂ですね。今はね、女性専用になってます。ですけど今ね、お客さんがいないということで、撮影許可いただきましたんで、見てみたいと思います。はい。今ね、撮影許可いただいて、撮影させていただいてるんですけど、こちらがね、伊豆の踊り子の舞台になったお風呂です。はい。いや、めちゃくちゃすごい。こちらはですね、147年間変わらぬままの温泉です。階段の下に、浴槽があります。わあ。お風呂の前は駄菓子台になってるんですけど、すごくレトロです。寝タバコは危険です。おやめください。受付の前にですね、階段があります。この床のきしむ音がたまりません。で、2階はこんな感じです。で、こちら右側にあるお部屋なんですけど、こちらはですね、伊豆の踊り子の舞台のお部屋ではないんですけど、ロケ地のお部屋になります。山口百恵さん、美空ひばりさん、吉永小百合さんがね、泊まったお部屋になります。はい。うわ、すごい。何これ。で、こちらのお部屋がですね、舞台となったお部屋で、最も予約が取りにくいお部屋になります。川端康成が3泊したお部屋。こちらで3泊もされたんですね。こちらにね、格子戸があって、で、こちら左側にはですね、トイレですね。で、こちらにも扉があるんですけど、こちらから見てみたいと思います。こちら、左側がですね、お部屋になるんですけど、部屋の周りはですね、こんな感じで披露宴になってます。はい。あ、いいですね。おうおうおう。わあ、最高。いや、これめちゃくちゃいいお部屋です。伊豆の踊り子の小説が置いてあります。
主人公が泊まった部屋でね、伊豆の踊り子の小説を読みながら過ごせるって贅沢ですね。で、こちらにね、冷蔵庫があります。いいよ。なんかコーラとかジンジャーエールとかビールが入ってますね。こちら飲んでいいんでしょうか。こういうところにもなんか一つ一つね、こだわりを感じます。はい。で、こちらがね、お部屋です。渋い。はい。こんな感じの7畳のお部屋になります。歴史を刻まないと出せないこの雰囲気があります。こちらに囲碁が置いてあるんですけど、これいつからあるんでしょうか。すごく年季がありますね。電話も古っ。こちらの家具もですね、当時のままって感じですね。作りが細かいです。こちらはどんな景色なんでしょうか。回すタイプですね。特に何もないですけど、すごく緑が綺麗です。襖閉めたんですけど、この襖めちゃくちゃかっこいいです。隣の部屋がですね、寝室になります。こちらの寝室は8畳ですね。おばあちゃん家に来たような、そんな感じのお部屋ですね。その中にも風格もあります。この天井の感じもすごくいいです。お裁縫箱があります。こんな感じでね、裁縫道具が入ってます。で、こちらが、押し入れですね。で、こっちが、今さっきの扉ですか？はい。さっきのトイレですね。はい。チャイムが鳴ってます。街のチャイムですね。このチャイムがまたノスタルジックを感じます。こちらトイレですね。洗面にもなってます。洗面所があって、トイレですね。こたつっていうのもいいですね。よいしょ。こちら温泉まんじゅう。すごいふわふわ。こちらがね、館内の図になります。玄関入ってすぐに、フロントですね。で、ロビーがあって、こちら談話室じゃなくて展示室みたいですね。玄関入ってすぐ左がですね、伊豆の踊り子の舞台となった茅風呂ですね。創業当時から変わらないままのお風呂で、こちらに行くと岩風呂と、露天風呂があります。で、こちらにもね、以前、お風呂があったみたいなんですけど、今はね、ありません。こちらの泉質の方なんですけど、カルシウム、ナトリウム、硫酸塩温泉です。泉温の方はちょっとね、書いてないんでわかりません。夕食がですね、6時からで、予約するときは部屋食だったんですけど、今はね、部屋食やってないみたいです。6時まで時間があるんで、お風呂に入りに行きたいと思います。お風呂は撮影許可いただいたんで、お風呂も撮影したいと思います。いやー、この雰囲気たまりませんね。で、こちらがですね、今の時間男湯になります。露天風呂、岩風呂入り口。こちらですね。はい。外になるんですね。で、こちらが入り口です。はい。こんな感じですね。で、こちらがね、岩風呂で、こちら露天風呂です。めちゃくちゃ広いです。開放感抜群です。で、こちらが岩風呂ですね。めちゃくちゃいい。源泉かけ流しなんで、
勢いがね強くなったり弱くなったりしてます。で、もうすぐこちらさっきの露天風呂ですね。はい、で洗い場がね2つあります。じゃあ入りたいと思います。結構ね厚めですね。いやめちゃくちゃ気持ちいいです。おおすごい、いきなりね吹き出したりします。でお湯はですね無色透明で、ほのかにね温泉のいい香りがします。泉質ですごいことになってます。暑いかなと思ったんですけど、そんなに暑くなかったです。本当にねちょうどいい温度ですね。露天風呂も入りたいと思います。こっちから行けそうですね。こっちはねやっぱり露天風呂なんで少しぬるめですね。そこにね赤い鳥居が見えます。これも旅館の敷地内だと思います。本当にね最高でした。今の時間はね男湯になってるんですけど、夜19時からですねもう完全貸し切り風呂になります。露天風呂の隣に階段があって2階に行けるようなんで、ちょっと行ってみます。こちらは結構新しい作りですね。はい、2階はこんな感じです。はい、それではね夕食の時間になったんで向かいます。よいしょ。こちらですね、カジカ。はい、はいこんな感じの個室でした。いやめちゃくちゃ広い、10畳以上ありますね。以前客室だったと思うんですけど、今こちらねお食事の個室になってます。夕食はこちらです。いやすごい量ですね。でまだね金目鯛の煮付けが来ます。こちらカサゴなんですけど、2度揚げしてるんで頭まで食べれるそうです。で、こちらイノシシですね。この辺りで取れたイノシシだそうです。お作りに、こちら何でしょう、お漬物ですかね。で横には酢味噌のようなものがあります。でこちらがサーモンですね。サーモンのカルパッチョですかね。こちらが、茶碗蒸し、そしてサザエのお作りです。で最後にねあと金目鯛が来ます。お品書きがないんでわからないんですけども、はい、こんな感じのお料理です。ではねいただきます。いただきます。金目鯛が出てきたんですけど、めちゃくちゃでかいです。いやこれ伝わりますかね。ちょっと持ってみましょうか。めちゃくちゃ重たい。この器どこで手に入るんや。いや魚ももちろん大きいんですけどね。はい、これぐらいあります。はい、これ夕食でテンション上がるっていいですよね。浴衣着るの忘れてた。ほんまやね。お風呂入ったのにね。ね、浴衣着た方がこう雰囲気も楽しめるよね。茶碗蒸しいただきます。
金目鯛が温かいんで、先にねこちらちょっといただきたいと思います。難しい。まずヒレ取りますね。まずヒレを取って頭外してガマ外す。あ、結構照りがありますね。あ、すごいポロって取れる。あ、ちょっと骨あるから気ぃつけなあかんでな。で、里芋にフキノトウ。よいしょ。うわ、絶対うまい。このタレだけでお米いけるよね。よいしょ。うわ、この照りが美しい。うまい。お米欲しい。金目鯛が大きいんで、身もねすごく分厚くて食べ応えがあります。やっぱりね、金目鯛は丸々1匹出てこないと食べ応えないですよね。米欲しい。いや、本当に美味しいです。こちらね、丸ごと食べれるカサゴいただきます。頭までね食べれるみたいなんで、レモンともみじおろしがね添えてあります。どっからどう食べたらいいのか難しいんですけど、このヒレも食べれるのかな。とりあえずいただきます。これ、はい、まずそのまま。香ばしくて美味しいです。うまい。このねレモンをかけるとサクサク感がなくなっちゃうから個人的に好きじゃないんですけど、頭もね食べれるみたいなんで、ちょっとかじってみます。美味しいっていうあれではないんですけど、食感をね楽しめます。お作りですね。お作り、まずはねマグロから。すごく綺麗に発色してます。安定した味ですね。で、今度こちらね、これ何でしょうか。いただきます。何かわかんないですけど美味しいです。沸騰したんでね、野菜入れてきます。おお、煮えてる。味噌なんですかね。ちょっと先に野菜をいただいてみます。あ、味噌ちょっと結構甘い感じのスープの味が染みてめちゃくちゃ美味しいです。で、気になるこちらのイノシシですね。いただきます。新鮮なやつや。癖なし。全くなし。臭みゼロ。これイノシシって言われたらやっぱり分からんね。これサザエお刺身かと思ったんですけど、火が通ってますね。いただきます。食感が美味しいですね。生のサザエよりこうやって火通したサザエの方が好きです。ちょっと待って、肝2個入ってるね。そう。お米とお吸い物が来ました。はい、こちらがですね、もうなんとびっくり、お昼に食べたわさび丼ですこちらね、醤油をかけて食べるか、さっきのこの金目鯛のね煮付けのタレをかけて食べてもね美味しいみたいです。このお米のためにですね、金目鯛取っておきました。金目鯛と明太子。結構ねお腹いっぱいになってきました。ご飯を代わりしようと思ってたんですけど、どうしましょう。デザートのいちごです。はい。甘っ。でも酸味もちゃんとあって美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。金目鯛とか、あとねわさび丼とかね、静岡の食材がたくさん出てきて本当に良かったです。で、ご飯もねおかわりできますし、お米の進む料理ばっかりだったんで足りないことはないと思います。むしろお腹いっぱいでご飯おかわりできませんでした。もう7時なんですけど、さっき女湯だったお風呂がですね、完全貸し切りの状態になるんで、かや風呂の方に入りに行きたいと思います。実はですね、こちらの旅館1回予約したんですけど、
システムエラーかわからないですけど、もうたまたまね、定休日の日だったんで、別の日にね、また予約し直しました。その、お詫びということでね、こちらのテレフォンカードいただきました。福田屋って書いてます。こちらに宿泊しても、これはいただけません。今回はね、こういう特別いただけたということで、すごく思い出になりました。空いてたんでね、入りたいと思います。夜のお風呂もね、すごく雰囲気があります。めちゃくちゃいいですね。で、そこからは川の流れる音が聞こえてて、すごくリラックスできます。最高。タイルの感じがすごくいいですね。薄暗くてカメラに映りにくいんですけど、こんな感じの空間です。コップとか置いてあるんですけど、飲泉ができるんでしょうか。すごいボコボコ湧いてます。よいしょ。 OK。 よいしょ。窓から入ってくる風が冷たくて気持ちいいです。ご飯も食べて体も温まったんで、今日は寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。まだこの時間はお風呂が貸し切りの時間なんで、お風呂に入りに行きたいと思います。よいしょ。ちょっと明るくなってきました。やっぱちょっと明るい時間に来た方がいいですね。雨降ってたんですね。川の音で全然気づきませんでした。それではね、朝食の時間になったんで、食事会場の方に向かいます。はい、こちらがね、朝食です。こんな感じでおかずがね、たくさんあります。これなんでしょうね。初めて見る料理です。はい。で、あとは、こんな感じのおかずとサラダとか、あと干物もあります。で、こちらにおひつもあります。いただきます。体にしみる。こちら何ですかね。ナスビ。ナスビやけうわ、美味しい。美味しいよね。ナスの田楽ですね。めっちゃ美味しい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごくお腹いっぱいになりました。それではね、部屋の方に戻ってチェックアウトの準備します。温泉に入って朝ごはんも食べてきました。で、もうそろそろチェックアウトしようと思うんですけども、こちらの気になるお値段の方ですね。伊豆の踊り子の舞台となった一番予約の取りにくいお部屋なんですけど、こちら1泊2食付き大人2名で
51,700円でした。1人当たり25,850円になります。有名な伊豆の踊り子の舞台となったお部屋なんで、少しお値段が高い設定になっているのかもしれません。風格のある旅館で日本の風情を味わえる本当に素敵なお宿でした。料理もですね、夕食はあんなすごい金目鯛とか、あと静岡のね郷土料理とか、海の筋が出てくるんで、個人的には、もう大満足です。でこちらね、人数が増えれば増えるほど、安いですね。3名だったら1人当たり24,750円、4名だったら23,600円、っていう風な感じで、人数が増えれば増えるほど、1人当たりのお値段は安くなります。人混みが苦手な方や静かな場所でゆっくり過ごしたい方には本当におすすめの旅館です。147年間変わらないままの温泉もすごく良かったです。それではね、チェックアウトしたいと思います。こちらのテレホンカード販売してますね。こういうタイプもあります。はい、チェックアウトしてきました。よし。少しだけ雨降ってます。でももう止みそうですね。いや本当にね、すごいいい温泉旅館でした。はい、それではね、次の目的地に向かいます。昨日買ったね、クリームサンドが美味しすぎてちょっと買って帰ります。一応ね、朝の8時半から営業しているみたいなんですけど、よいしょ、よし6個も買ってきました。本当に美味しいんでね、皆さんもよかったらね、こちらに来た際は一度ね、騙されたと思って買って食べてみてください。本当に美味しいんで。よいしょ。はい、それでは次の目的地に向かいます。